皆さんこんにちは。これから新しい旅に出ます。今回も旅の前に吸ったもんだがありました。会社の同僚がコロナになって私は濃厚接触者。出発まで4日間戦々恐々でしたが、いつもよりもりもり元気で出発です。よかった。そんな困難で無事に成田空港第一ターミナルに4時間前に到着しました。っていうか早すぎでしょ。今回はなんだか緊張していてお腹の調子が怪しいのでヤクルト1000、これ最強。ジップエアーの成田バンクーバー便が就航のセレモニーをしていました。美男美女揃い。今回利用のエアラインはジップエア。チェックイン機が調子が悪く皆さんざわついています。バックドロップも自力でしなければいけません。私がもたもたしていたら助けてくださいました。緊張しているせいかなかなかスムーズにできません。あと20キロ買い物ができます。無事に日本を脱出。そういえば今朝も強風が吹き荒れていて電車が遅れ、なんだかんだ心配性でお腹が弱い出発です。でもここまで来れば大丈夫。そしてプライオリティパスで入れるラウンジノアに潜入します。ビールに合うなかなかのラインナップです。そしてラウンジ内はほぼ満席でした。座るところを探すのも大変です。ワインと缶ビールもあり、これこれこれ、私がこよなく愛するスーパードライの生ビール。ちなみに4日間禁酒していました。出発前のラウンジのひとときが一番好きかも。こんな自由な開放的な気持ちとワクワクの混じったこの時間が大好きです。それでは祝杯。明るいうちに飲むアルコールが旅を盛り上げます。ビールに合う最高のメニューです。そして甘いもの、コーヒーゼリーに生チョコにみたらし団子、そして最後の締めにオムライス。美味しくてわしわし行きました。赤道近くに行くので美白剤は必須です。お隣の席に有名 YouTuber の方がいました。それではゲートに向かいましょう。ラウンジを出たら入場の大行列ができていました。タイミングによっては結構待ちそうですね。今回初めてジップエアに搭乗します。出発ゲートは18番。列がぐちゃぐちゃでなんだかわからないことになっています。結構並んでやっと乗り込みます。なぜかタイ語で話しかけられる私です。今度はタイ人に間違えられる。そして皆さんお待たせしました。今回はジップエアのフルフラットシートです。身分不相応ですいません。ジップエアはフルフラットシートというだけでビジネスクラスというわけではありません。サービスはエコノミーと一緒です。座席は何にも置いていないあっさりさっぱりタイプ。もちろんモニターなんてものはありません。一つの席に窓は2つ。足元前方の下の収納スペースにデカリュックをぶっ込みます。全部入ってないけど。一番前の席なので緊急時の援助をお願いされました。
足が短すぎて前方の足置きにやっと届く感じです。今回も毎度のことながら旅の予習があまりできなかったので機内で勉強します。あら、満席ではなさそうです。今回の旅の相棒もぽーちゃんだけ、一人旅です。最後の積み込みをしていました。フルフラット席のこの斜め掛けのベルトが首に刺さって痛いのでパーカーをかませます。動き出しました。夕方に出る便は久しぶり。夕焼けが綺麗です。さらば日本。高度を上げるにつれて飛行機の影が小さくなっていきます。空から見る世界は日頃の悩みがどうでもよくなってぶっ飛ぶほど開放的。夕日で染まる空港を見ながら楽しい予感に胸が躍ります。今回は5泊7日のタイ・バンコクへの冒険旅行です。どうぞ最後までお付き合いください。ほどなくしてベルト着用サインが消えました。こちらのアームレストを出して寝るわけではないですけれども、とりあえずフルフラットにしてみましょう。ちなみに飛行機にお金を使ってしまったので節約旅行になります。基本歩きと電車と売卓を使おうと思っています。富士山が右手に見えてきました。雪の帽子をかぶった夕日でピンクに染まる富士山。乗務員の方が放送で今見えると教えてくださいました。私は富士山が見たいので行きは右側の席を取るようにしています。ほどなくしてミールサービスが始まりました。事前の予約で牛丼です。とっても美味しそうです。それではいただきます。どれどれ。めちゃめちゃ濃い。絶対に足りるはずもないのでぺちゃんこのクリームパン。映画ダウンロードしてくればよかった。めちゃめちゃ暇です。そういえばブランケット代をケチってダウンコートを布団代わりにしています。もうほんと暇で寝るしかない。この席は全部の座席が通路にアクセスできるのでトイレなんかも行きたい放題です。もうすぐバンコクに到着します。ジップエアーの客室乗務員の方は皆さんとっても親切でとても快適なフライトでした。無事にバンコクに到着です。ブリッジ内はもう熱帯の空気を感じます。早く入国したい。流行る気持ち。ただいまの時間は現地時刻で22時20分です。早くホテルに行って落ち着きたい。意外と早くスーツケースが出てきたので脱出します。遅い時間の到着は初めてかも。空港は意外と空いていました。節約のため中心地へは電車で向かいます。前回の残りのお金があるので今回は両替は街中でするつもりです。遅い時間なのか
電車も空いていて、ホテルのあるガチャプラロップ駅に到着。誰もいない。Google マップを見て迷いつつホテルに向かいます。今のミシンですよね。道端にレトロなミシン、しかもシーリングライトまでついてる。ミラクルタウンバンコクということで、プラトゥーナム市場にやってきました。もう店じまいをしています。何これ。地図によるとこっちの方向なんだけどな。臭くて暗い道を進みます。人っ子一人いないし、めちゃめちゃ怖いです。着きました。今回はバイオークブティックに一泊。有名なバイオークスカイではなくバイオークブティックです。ホテルはアゴタから予約、一泊5300円でした。エアポートレイルリンク上にある24時間フロントの条件で選びました。ものの1分でチェックイン終了。めっちゃ早い。敏腕すぎでしょう。なぜか必ずエレベーターの前に8段ぐらいの階段があり、スロープはなし。スーツケース重たかったら地獄。ここか。エラー？これ開くの？失礼します。開いた。お邪魔します。ではここですごい眠たいけどルームツアー。ベッドは大きめなダブルベッド。私は小さいので横になっても寝れそう。大きなテレビ、カップ2つとインスタントコーヒーに電子ケトル、グラスもあります。ティッシュにドライヤーにミネラルウォーター2本、ハンガーが3本にお宝入れ。冷蔵庫にドリアンは入れてはいけないみたいです。水場を見てみましょう。このシャワーがですね、すごく怖くて、あらぬ方向に出てくる穴で、しかも細くて痛かった。トイレの蓋は最初から開いています。うがい用のコップと綿棒にシャワーキャップに固形石鹸、ボディーソープホルダーは飾りです。バスタオルは2つ、ありがとう。この電気はつけません。まあ一泊なんでこんな感じです。ただいまの時間、現地時刻で12時ですが、なんか食べたい。一応ホテルの1階にビールが買える自動販売機があります。と言ってももう閉店の時間。呪物を発見。ロティパンケーキなるものをいただこうと思います。手をちゃんと洗って作っているのか心配。作っている人は子供のように見えました。なかなかの手さばきです。バナナのロティにしました。最後にチョコレートを塗ってもらいます。50バーツだったので20バーツ札を3枚渡したらお釣りがないのかわからないけれども
中バツ帰ってきませんでした。まあそんなこともあるよね。さすがに暑いのでセブンイレブンに入ってフラッピを注文します。メニュー表を写真で撮って指差しで注文します。ペニーミックスベリーヨーグルトフラッペ60バーツです。早速いただいてみましょう。うわ、コンビニのジュースってこんなに美味しいの？もう大感動。さっき買ったロティもあったかいうちにいただきましょう。うわ、うまい。生クリームの入っていない日本のクレープのような感じです。ホテルに帰る前に完食です。明日用にポメロを買ってきました。この後シャワーを浴びて寝たんですけれども、エアコン消して寝ようと思ったらリモコンの電池が切れていて消せませんでした。朝には部屋は冷蔵庫になっていました。あとどうしても消えない電気があって明るい昏々とした中で眠ることになります。そして外がなんだかわからないけどすごくうるさいので耳栓は必須です。1日目はおしまいです。おやすみなさい。皆さんこんにちは。タイ・バンコク2日目の朝です。今日も朝からガシガシ動こうと思います。昨日はエアコンのリモコンの電池が切れていてつけっぱなしで寝ることに。朝部屋が冷蔵庫のようにキンキンでした。おまけに室外機の大きい音と電気がどうしても消えなくて白目になって寝てました。睡眠時間2時間でしたがすこぶる元気。こちらはバイオークスカイのふもとなんですけれども、市場が賑やかです。ハッピーになれそうな T シャツがたくさん並んでます。ちょっと欲しい。今日も暑くなりそうです。ホテルから歩いて10分ぐらいの位置にある通称ピンクのカオマンガイ、ゴーアンカオマンガイと緑のカオマンガイの食べ比べをしに行きます。道路交通法違反。タイの方は手先がとても器用だと思います。あまりにも素晴らしいので見入ってしまいました。東南アジアの朝は活気があり、旅行者の私も元気をいただけます。早朝にメガネが買えるって便利。道端のおかゆ屋さんも美味しそうでした。袋入りのお惣菜もとっても美味しそう。寄り道が楽しくてなかなか到着しません。タイのお菓子はカラフルで可愛い。こちらのお弁当屋さんがとっても美味しそうで足を止めてしまいました。危うくカオマンガイの予定を変更しかけるほど美味しそうでした。危なかった。ダメダメ、今日はカオマンガイを食べるって決めてたんだから。行っちゃった。一旦緑のカオマンガイを通り過ぎてピンクのカオマンガイに到着です。
あら、並んでるのかしらと思ったら違うようで、中は空席がいっぱいだったので潜入します。左。よいしょ。あ、ママがや。来ました、カオマンガイ。秒で提供されました。このお肉のツヤツヤ、テリテリ、キラキラ、絶対美味しいに決まってる。いただきます。辛いソースにつけて、お肉がふわふわでしっとり美味しい。米の硬さもちょうどよく、出汁が効いていて、こりゃうまい。わしわしいっちゃいました。こちらのスープはちょっとしょっぱめでした。朝から大満足です。ピンクの制服かわいい。入った時間が良かったかもしれません。私が出る口ぐらいはほぼ満席でした。猫が落ちてる。動物には人気があります。ゴロゴロしてる猫ちゃんが。お腹が空いてると思われます。ごめんね、何も持ってない。ごめん、バイバイ。ダメダメ、来ちゃダメ。後ろ髪を引かれながら緑のカオマンガイに向かいます。緑のカオマンガイに到着。こちらのお店はメニューがとっても豊富です。トーストなんかもある。それでは潜入します。時間帯なのでしょうか、空いています。よかった、私は混んでるお店が苦手ですと思っていたら、この後すぐに日本人の女子の団体が入ってきました。来ました、茹でとフライのミックスのカオマンガイです。ソースが2種類と魚の血合いみたいなのが乗っています。それではいただきます。そうですね、全体的に粗い感じ。ご飯はちょっとぼーっとしている感じで、スープはしょっぱかったです。個人の好みによると思いますが、次もう一回食べるとなったらピンクの方に行きます。謎の茶色い食べ物、なんだこれ。味がしません。お店は一人ぼっちでも入りやすかったです。口にプラトゥーナムファッションモールが開店しているので行ってみます。とここでお金をほとんど持ってきてないことを思い出し絶望。ということでホテルに帰ります。ヘアドネーションでしょうか。変な通路に入ってしまい少し迷子になります。あら、どうしよう、本当に迷子。あ、これで出れそう。セブンイレブンに入ってベリーミックスベリーフラッペを注文。チェックアウトの時間が迫っているのでホテルでいただこうと思います。セブンイレブンのフラッペおいしい。昨日買ってあったポメロ急いで食べなくては。爽やかですごい美味しかったです。12時にチェックアウト。ものすごい数の観光バスです。バイオークスカイホテルの
フルーツビュッフェと展望台の観光でしょうか。欧米人の方が多かったです。エアポートレールリンクのトークンを買って次なるホテルに電車で向かいます。乗り換えで次は MRT に乗ります。改札はビザタッチが使えます。Credit card で Visa? OK Visa Touch. OK Thank you. Open car. タイの人は優しい。広いところ開けてくれました。何やら美味しそうなものが駅のコンコースで売っています。可愛いタイの女の子に助けられながら購入。タイも台湾同様、誰かが必ず助けてくれます。タイのエスカレーターはハイパースピードでちょっと怖いです。満員電車に乗り込みます。スーツケースごめんなさい。ほんとすいません。降りる時もビザタッチ。ビザタッチすごい便利でした。乗車券を買うのに並んでいる時があり、気の短い私にはぴったり。そしてホテルのあるワットマンコン駅に到着。2日目からはバンコクの中華街ヤワラーに滞在します。道がデコボコでスーツケースの車輪が取れそう。あ、ホテルが見えてきました。交通量が多いけど強引に渡ります。危ない、引かれそう。このカフェじゃないかな。あ、そうだそうだ、このカフェだ。やっと着きました。前のところを出て1時間半で到着です。あー、それか。かわいい。もうここのホテルがめっちゃくちゃ可愛くて本当に気に入りました。30分も早くチェックインさせていただきました。アサインされた部屋は1階のカフェの奥の部屋になります。それではルームツアー始めます。壁には大きなテレビがあります。右手の扉がトイレ、左手の扉がバスルームになります。そして2段ベッドがあります。一人ぼっちだけど、バスタオルとフェイスタオルが2つずつ。冷蔵庫もあります。お水が2本にカップが2つ。電子ケトルは見当たりませんでした。これは多分飾りだと思います。そしてゴミ箱。コンセントはいっぱいありました。それではバスルームを見てみましょう。もうかわいい予感。めちゃめちゃレトロでかわいい。すごい好みです。上にはレインシャワーもあります。ボディーソープ、シャンプーにコンディショナーがあります。左からハンドソープとお掃除の洗剤、誰かの忘れ物のシャンプーがあります。あとタオルフック。ではおトイレを紹介します。天井が高いおしゃれなトイレ。床のタイルもとってもかわいい。あら、こっちにもシャワーがある。ダブルシャワー、お得感満載。清潔なシンクがあって、なぜか届かない位置にトイレットペーパー。なんで？海外あるあるですよね。またこれがかわいい。そしてですね、こちらのホテル屋上があるとのことでちょっと行ってみます。難しくてわたわたしてます。
こちらのお宿は全部で3部屋です。1階に1部屋、2階に2部屋になっています。ものすごい急なこの階段を登るようです。撮影しながらサンダルで登ってるのでちょっと怖いです。とっても素敵です。で、またその上があります。なんと見晴らしがいいのでしょう。ここでビールを飲んだら気持ちが良さそうです。屋上で飲んで酔ってたらあの階段はちょっと危険かな。カフェ側の床もすごいかわいい。小腹が空いたので先ほど買った生春巻きをいただきます。なんだかくっついて取れないので端からいただきましょう。一番左はシーチキンと野菜の春巻きです。真ん中の緑の春巻きはわからない。右側の春巻きはカニカマが挟まってます。こちらのつけだれがすんごく辛くって全部美味しくいただきました。それでは早速出かけようかな。こちらがカフェスペースになります。宿の隣に住んでいる猫ちゃんたちです。2匹ともミルクティー色でした。それではヤワラーの街を探検に行きましょう。バンコクのチャイナタウンヤワラーはまだ昔のバンコクの懐かしさが残っていて、私が大好きな風景がいっぱいあります。おじいさんがベスパ乗ってる。おしゃれ。一度来てみたかった南豆腐のお店に潜入します。先にレジで会計を済ませて席で座って待ちます。いつも混んでるのに奇跡。メニュー表はこんな感じです。豆腐に1000層銀杏にしました。45バーツです。まさかタイで豆腐が食べれるなんて嬉しい。すいません。全然好みでなかったです。ちょっとすいません。ハエの量がすごすぎて逃げて出てきました。目の前でハエが喧嘩していました。ちょっと無理です。すいません。ヤワラーのメイン通りに出てきました。なんだかハッピーな車が止まりました。なんでしょう。ドラちゃんの中に宝が入ってる予感。どなたか知っていたら教えてください。謎のフルーツや路上で昼寝とか、猫ちゃんが売り物の上で寝ていたり、カオスっぷりが楽しい。謎のお菓子に挑戦します。具材は2種類です。それではいただいてみましょう。思ってたより美味しい。外はパリパリで中はちょっとしょっぱいっていうか甘い感じ。美味しかった。そして夕方のサンペンレーンを散歩します。なんだかこの頭につけるデカリボンが流行っているようでした。
サンペンレーン夕方の方が空いてていいかも。ほおずきって食べれるんですね。サンペンレーンを抜けて小道に迷い込みます。なんとも懐かしい景色に出会います。目的もなく気になる方向に進んでいきます。時間はたっぷりあります。No way. No way. Ah, no. Thank you. 行き止まりだそうです。この辺りはまだ懐かしいバンコクの優しい空気が残っていて、キラキラのショッピングモールも好きですが、歩いているだけで懐かしさに癒されます。迷子になっていろんなものに出会いました。これ日本の神社の鳥居かな。大好物が落ちてる。猫ちゃん。ここら辺の地域ちょっとおしゃれなのでデザイナーさんの手が入ってるんですかね。後で調べて分かったのですが、有名なところのようでした。概要欄にリンクを載せておきます。ただいまの時間5時15分です。混む前に食べちゃいたいということでやってきましたインド料理屋さんです。店前の客引きのインド人の方の歯があまりにも綺麗で入店を決めます。歯並びに見とれて入ったのは初めてです。この謎の食べ物パニプリに挑戦。来ました、パニプリです。謎の食べ物が来たことで周りのお客さんの注目を集めます。ビールで乾杯。柚子のビールになります。フルーツビールの種類がいっぱいあって、おすすめを聞いたら柚子ビアがナンバーワンとのことでした。爽やかで美味しい。丸い玉々を手に取ります。スプーンで上の部分を割っていきます。芋の具を中に丁寧に入れていきます。そして最後にタレを注ぎます。お店の方に身振りで教えてもらった通りに作りました。今、周りのお客さんの注目を集めているところです。そして周りの方に食べてみるかと勧めているところです。隣の席の人にも美味しいか聞かれて食べるか勧めているところですが、いらないそうです。本当はタレはミックスしないみたいで、お店の方がカウンターの奥で失笑していました。ソースは緑の方はサラサラでほとんど味はしなくて、茶色い方はフルーティーな甘みのあるソースでした。美味しくもないしまずくもなかったです。不思議な食べ物でした。空腹で飲んだので結構酔っ払いました。酔いざましに散歩をします。デイリークイーンを見つけたのでチョコかけアイスをいただきます。これがたったの15バーツ。すごい美味しい。大好きこれ。これから歩いてヤワラーに帰ります。途中ですごい旅人に出会います。スーツケースが真っ二つです。どういうこと？ヤワラーの中華街に戻ってきました。大変なにぎわいです。怪しい光を放つトゥクトゥク。閲覧注意です。サソリの丸焼き。皆さん期待していると思うんですけれども、虫だけはいけないのですいません。ヤワラーの夜の散策はすごい久しぶりなんですけど、こんなに賑やかなんですね。何か美味しいものでもいただきましょう。ということで道端で
カオニャオマムアン100バーツをいただきます。マンゴーが甘くて美味しかったです。もち米がちょっと甘すぎかな。美味しかったのですが、なかなかの人通りで想像しかったです。ものすごい混んでる通りに迷い込んでしまいました。平日なのにやわらの夜ってこんなに賑やかなんですね。街中はタイ人半分観光客半分という感じでした。ここで一杯引っ掛けます。ドラゴンフルーツのジュース、でっかくってびっくり。ドラゴンフルーツのジュースが薄くてあんまりだったので締めをしたいと思います。ココナッツのアイスクリーム50バーツです。大行列ができている人気店です。これすっごい美味しい。アイスの下にはココナッツの果肉が入っていて2度美味しい。さて、そろそろ帰りますか。歩いて帰れる距離なのが嬉しい。バイクの4人乗りでノーヘル、すごい。たくましい子供に育ちそうです。ということで帰ってきました。ホテルは繁華街からはちょっと離れているので静かです。バンコク2日目はおしまいです。3日目に続きます。皆さんこんにちは。バンコク3日目の朝です。今から楽しみにしていた朝食を食べに行きます。部屋の鍵は南京錠1つ。レトロ完璧。ホテルのスペースは土足禁止なのでカフェの奥で靴に履き替えて出かけます。ホテルの方は朝の10時まで不在です。鍵を任されているので暮らすように旅をするスタイル。楽しい。今日もいい天気です。暑くなりそう。ネズミが死んでます。猫ちゃん。猫ちゃんがすごい多い地域です。何をあげてるのでしょう。市場にはきらびやかなお供え物がいっぱい売っています。そういえば昨日の夜シャワーのお湯が出なかった。アジアだもん、そういうことあるよね。アジアの朝市は彩り豊かで楽しい。皆さんすごいのが来ました。バイクに小さい傘が2つついてる。すごい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 。話しかけたい。なんか後ろに呪物を積んでる。ミラクルタウンバンコク。今日はこれから一駅隣の駅まで歩いていきます。サンペンレーンを通ってバンコクのリトルインディアに行きます。リトルインディアにあるシーク教の寺院、グルドワラ・シリ・グルシン・サパーというシーク教寺院に無料の朝食をいただきに行きます。こんにちは。朝のサンペンレーンは空いてるので歩きやすいです。リトルインディアはだいたい歩いて15分ぐらいで到着です。朝から呪物を発見。シーク教の寺院に到着しました。何度か
通りかかって知っているところでしたが、今回初めて入ります。ドキドキ。シーク教とは15世紀末にグル・ナーナクがインドで始めた宗教だそうです。前の人に習って私もここで靴を脱ぎます。そしたら私の後ろから来る人が普通に土足でスタスタと入ってました。すべて見よう見まねで潜入を試みます。おそらくここで靴を預けるのだと思います。預けてみます。係の方に3度見されました。53番です。素数大好き。右と左に階段があるんですけど、皆さん左側から登っているのでついていきます。ここで頭に布を巻かなくてはいけません。布は階段の下に用意してあります。私が綺麗な布を探してもたもたしていたら、後ろから黄色い布をかぶせて結んでくださいました。ピンク色の可愛い布があったからそれが良かったんだけどな。ということで、ひんやりする石の階段を登ります。着きました。広い。そしてすごい素敵。それでは他の方に倣ってご飯をいただきたいと思います。まずはお米からいただきましょう。言葉がわからなくても譲り合いです。カレーは2種類ありました。そしてこれがポテトだと思っていっぱい取ったら漬物でした。お米をマシマシにします。とりあえず置こうと思って適当にテーブルに近づいたら、男性専用の食事スペースだったみたいで、叱られて向こうに行きます。かわいいピンクの怪しい飲み物を一ついただいて、そしたらお姉さんがチャイもくださいました。嬉しい。とりあえず飲み物を置いてチャパティが補充されたのでいただきに行きます。私の食い意地を察してくれたのか、お兄さんが私のプレートに乗せてくださいました。ここまで会った人みんな優しいんですけれど、なんかすごいここ。ということで整いましたシーク教寺院でいただくカレープレートです。もうこの時点でなんだか胸がいっぱいで泣き出しそうな雰囲気の私です。それではいただきます。いつもよりありがたみを込めていただきます。ピンク色の謎ジュースはいちごミルクでした。美味しい。カレーはシャバシャバ系のカレーでスパイスが効いていて美味しいです。辛さはありませんでした。ポテトだと思ったら大根の漬物でした。チャパティを持って食べ方を悩んでいたら、前の席の方が身振りで教えてくださいました。前の席の方にお前日本人かと聞かれています。この後も何かと気にかけてくださり、拙い英語でお話をしました。とここで変態みたいなんですけど、食べながら涙が止まらなくなります。ここの場所に流れる気というか、優しさというか、温かさというか、とても素敵な場所で、心温まるご飯と優しさで胸が震えました。お土産にビスケットをいただきました。ごちそうさまでした。こんな素晴らしい優しい朝食は生まれて初めてです。大変心豊かな思い出になりました。ありがとうございました。笑顔とか親切は祈りに似ていると思いました。こんな満たされた気分は久しぶり。今回はとってもいい旅になっています。
そして本当に無料で美味しいカレーをいただけました。感謝しかありません。帰りは番号札を渡して靴を引き取ります。私がすぐ履けるように靴の向きを変えてくれました。マジ神。また次バンコクに来ることがあったらぜひ訪れたいです。ちなみに日本人は私だけでした。リトルインディアにある私の大好きな神様ショップです。半年前のラインナップと変わっているということは売れているっていうことですよね。さらにパワーアップしてました。待ち受けにしたい。さて散歩を続けましょう。なんか美味しそうな匂いがします。大好物の匂いです。ポテト？ポテト？食べてみたい。芋好きとしてはぜひ食べなくては。それではいただいてみましょう。美味しい。これなんですけど自然な甘みですっごく美味しかったんです。ペロッと完食です。なかなか渋めの洋服が売っているエリアに迷い込みました。テーブルクロスの問屋さんです。ドラちゃんかわいい。アジアでよく見るフルーツ柄のテーブルクロスを探しているのですがなかった。残念。リトルインディアにある私の大好きなキッチン用品のお店です。前回の旅で買わないで後悔した放浪のお盆を買いに来ました。あったあった、放浪のお盆。残念ながら前回欲しかったものは売れてなくなっていました。でもこちらのお店はお宝が多くて安いので探したいと思います。なんででしょうね。いつも同じものばっかり買ってしまうのは。ちょっと早いけどお昼を食べようと思います。なんかないかなと探していた時に美味しそうなものを配達している人を発見。ストーキングをします。きっと近所のはず。ダッシュで追いかけて見つけました。全然目立たない場所にお店がありました。指差しで注文してみました。麺の上にグリーンカレーが乗っています。美味しそう。それではいただきます。豚肉に大根、そしてそうめんのような細麺です。本当はご飯と麺のハーフ&ハーフを頼んだつもりでしたが、麺だけでした。めちゃくちゃスパイシーでとっても辛かったです。麺は少しぼーっとしている感じなので、ご飯で食べた方が美味しかったと思います。ほぼ露天なので辛さもあり汗だくになりました。美味しかった。お店の方もすごい優しかった。それではやわらへ戻ろうと思います。暑さにやられてきたので水分&ビタミン補給。美味しくて一気飲みしちゃいました。
高血圧の薬を食べないと。ということでスイカをいただきます。ちょっとぬるかったけど甘い、うまい。種を出すのが面倒だったのでそのままバリバリ食べちゃいました。やわらに到着しました。また迷子散歩を始めようと思います。キラキラのショッピングモールより落ち着くわ。ホテルに帰る前に休憩をします。一度来てみたかったレトロな喫茶店に来ました。先に注文をして席で待ちます。お代は後払いのようでした。2階が素敵とのことで2階に来ました。とっても素敵です。しかもちょうど良かったのか空いていて席も選びたい放題でした。すごいラッキー。タイアイスティーにしました。甘くてとっても美味しかったです。暑い時は無理をせず涼しいところで休むのは必要ですね。1階の席もとっても素敵でした。今度こそ本当にホテルに戻ります。今回やわらにホテルを取って本当に良かったです。食べるお店には困らないし、街歩きがとっても楽しいです。一旦ホテルに帰ってすぐに出かけます。行ったことのないナイトマーケットに行こうと思います。電車を乗り継いで1時間ぐらい、イエローラインのスワンルアンラマ9駅にやってきました。早く着きすぎてしまい、まだナイトマーケットが開いていないので、シーコンスクエアシーナカリンという巨大ショッピングモールに来ました。スーパーで会社のばらまき土産を買ってから向かいます。ナイトマーケットがショッピングモールの隣に位置していたので、抜け道があるかなと思っていたんですけど、なくて一旦駅の方まで出て向かうことになります。だいたい私の足で15分から20分ぐらいかかりました。シーナカリン鉄道市場に到着です。お店の数は約1000軒、ヴィンテージショップも多いそうなので期待大です。奥側のエリアがヴィンテージショップのエリアになります。時間が早すぎたのか平日だったのかは分かりませんが、開いてないお店が多く残念でした。しっかりした店舗のショップもあったり、青空ショップもあったりします。こちらのマーケット、さすがに広すぎて欲しいものも何も見つからないので、ここいらで何か食べようと思います。小さいお寿司が売っています。これなんだろう。昆虫食が売ってたんですけど、やわらより大きくて本気度が高かったです。私はすいません、食べません。ピンク色のウインナーが可愛いので買ってみます。チキン味のソーセージです。美味しい。お次はフライドチキン。小さくカットしてくれます。衣の方が大きかったです。考える力がなくなってきました。ソーセージをおかわりです。ここでココナッツのスムージーを購入。美味しくて一気飲みしちゃいました。
ドラえもんとベイト。それではホテルに帰ろうと思います。電車の乗り換え駅で違った方向に私が歩き出したら、タイの青年がこっちだよ、ついてきてと教えてくださいました。これは青年がいなかったら私帰れなかったです。ほんと感謝です。イエローラインのファマーク駅からエアポートレイルリンク線のファマーク駅はとても離れているので注意が必要です。さっきのソーセージだけでは全然食べ足りないので、ホテルから歩いて20分ぐらいのお店、クイティアオクアガイアーンのお店に来ました。ミシュランのお店です。目の前で団体客が入っていったので少し待ちました。もう10時近いですけど満席です。太いもちもち麺炒めをオーダーしました。それではいただいてみましょう。具材はイカとチキンとベーコンになります。こんなに太い麺初めてです。全体的に油っぽいかなという感じはしました。ビールが欲しくなる食べ物でした。それでは帰りましょう。遅い時間にもかかわらず満席です。すごいな。ホテルに帰ってきました。今日も遊んだ。お部屋の内鍵がですね、扉の上の部分のこれなんですけれども、私背が小さいので背伸びをしてやっと届く感じでした。そして扉の下のこれ、渋いでしょ。ということで3日目はおしまいです。4日目に続きます。皆さんこんにちは。バンコク4日目の朝です。今日もすこぶる元気。南京錠の鍵をかけて今日も朝からバンコクを冒険しに行きます。完璧。ポチッとな。今日は雨予報だけどどうかな。ちょっとどんより天気なので傘を持ちました。猫ちゃんおはよう。おはようございます。おはよう猫ちゃん。中華街は今日も朝から元気。こんな入れたてのコーヒーが飲める販売機がありました。お寺への貢ぎ物、お供え物のお店が連なっています。日本ではないような大変興味深いお供え物の数々です。有名なお寺さんが近くにあるのにお参りをしていなかったので、旅の安全を感謝しつつお参りにやってきました。駅の名前でもあるワットマンコンにやってきました。日本のお寺さんとは正反対でとてもカラフル。日本が西東南アジアはどうという感じでしょうか。旅の安全をどうぞよろしくお願いします。小雨が降ってきました。最寄り駅の MRT ラインから BTS ラインに乗り換え中です。
怪しいチンチクリンの外国人の私は荷物検査を自ら進んで行います。無事にパスしました。私としたことが反対の電車に乗ってしまいました。やっと目的の駅に着きました。サパーンタークシン駅です。これから船に乗って川の対岸にある目的地まで行こうと思います。What's the way the chat, Madam? 그치? You walk outside, you see the bulu. outside? You see the Bulu? bulu. You off cross the river. 全く理解できなかったのですが、指を指している方向にやってきました。over there? 그치? 指差し方向に行ってみます。やっぱり最初のところだと思うので、もう一回戻ります。Madam, you have the ferry. You see the ferry boat. This one. You off cross the river. You walk outside. You walk outside to main road. Yeah, walk outside to main road. Main road. You take the bus number 6. Yeah, understand? Yes, you go off cross the river. You have the bus the bus stop off cross the river. Then you walk outside to the main road. Take the bus number 6. Understand? Yeah, sorry. 分かったふりをしていますが、全然分かっていません。ということで、不本意ではありますが、諦めて電車を使います。乗りたかったな、船。人生とは思い通りにいかないものであります。一つ先の駅、クルントンブリー駅から目的地まで歩いて向かいます。原住民がいる。あれ大丈夫かな？ちょっとスラムっぽいんだけど、突然ゴミの山が現れたり、野良なのかもわかりませんが、ワンちゃんもいっぱい。Google マップを見てローカルな道を進みます。ちょっと懐かしいようなレトロな景色が続きます。すごいかわいい家見つけました。モロコの実です。迷いつつずんずん進みます。裸の親父とか懐かしいな。おー、ここではないかい？タイ語は読めませんが、おそらくここだと思うので潜入します。駅からこちらのお店まで私の短い足でだいたい20分ぐらいかかりました。着きました。グランドママズハウスです。今回のタイ旅行で一番来たかったところです。You know Thai people? No, no. Oh, okay. First step you can タイ人に間違えられました。タイ人に見えたのかな？ after you take off your shoes. Yeah.ここ、階段の下で靴を脱いで2階に上がります。猫ちゃんこんにちは。人懐っこいかわいい黒猫ちゃんが出迎えてくださいました。階段上の先にソファー席の部屋があります。そしてぐるっと回って反対側にテーブル席があります。私ここの席が気に入りました。そしてお隣に中庭に面したお部屋があります。中庭も素敵です。水の音が心地いい。どこも素敵ですごい悩みましたが、こちらの席にします。メニュー表です。
時間がゆっくり流れているので、くつろいだ気持ちで待ちます。お料理が到着しました。なんて可愛いのでしょう。それではいただきます。食べちゃうよ。デザート風ですが、ご飯です。お次は葉っぱに乗っけていただきます。すごい美味しい。鶏の中にはチキンフィリングが入っています。お花も割ってみましょう。こちらも同じチキンフィリングが入っています。鶏の肉詰めだけでは足りないので、カレーヌードル、カオソーイをオーダーしました。飲み物はタイフラワー&ハーバルミックスドリンクです。とっても爽やかで美味しい。それではカレーヌードルをいただきます。絶対跳ねるからよだれかけは必要。スパイシーで美味しい。辛さの奥にちょっと甘さがあります。しかもすっごい辛い。次に薬味的なものを入れて味変をします。薬味の旨味がプラスしてさらに美味しくなって完食です。お店の方のご厚意でデザートをいただきました。硬いと思ったら柔らかくってほんのり甘く優しいお味で美味しかったです。お昼の12時まで私一人の貸し切りでした。素敵な場所と美味しいご飯、お店の方が親切でとても癒されました。オープン直後に来るのが静かでおすすめです。あんなに手が込んでてお会計が約1300円ぐらいでした。またぜひ来たいです。それではこれからウィークエンドマーケットに向かいます。自らバッグの中を晒します。怪しげですけど怪しいものではございません。もうちとウィークエンドマーケット。Thank you。タイの人みんな優しい説。だから旅をしていていつも嬉しい。ド派手な電車に乗ってウィークエンドマーケットがあるモーチット駅に到着しました。到着と同時に帰りの切符も買っておきます。ウィークエンドマーケットの夕方の帰りの券売機がえげつないほど行列になります。待つのが嫌いな方は買っておくことをおすすめします。アジア最大のマーケット、ウィークエンドマーケットに到着しました。今一番暑い時間帯なので無理をせず休憩とこまめな水分補給を心がけたいと思います。さあいっぱい買い物するぞと、ここでタイバーツがもう少ないことを思い出しました。できないじゃん買い物。ミックスチャトチャックの入り口付近に両替所がありました。救世主。レートは街中よりも悪いですが背に腹は変えられません。2万円を両替してお買い物スタート。早速かわいいカゴ屋さんを見つけました。行列のできているジュース屋さん。マンゴージュースで乾杯。甘くて冷たくて美味しくて生き返ります。私の大好きなお店にやってきました。いつも必ず買う店です。お店の方も親切で
ゆっくり選ばせてくれます。今回は2つ購入しました。こちらも前回も来た素敵カフェ。さらに飾り付けがパワーアップしているようでした。氷の入った冷え冷えのおしぼりボールが嬉しい。マンゴースムージー80バーツです。ゴロゴロマンゴーが上に乗っていて、パッションフルーツとカットマンゴー。お客さんもひっきりなしなので、空いていたら入りましょう。それではいただきます。さっきから休んでばっかりの気がしないでもないですが、この店本当に最高。そして突然先ほど買った戦利品をご紹介する私。今度はこちらのお店でランチをいただきたいです。お店の方もとってもフレンドリーです。欲しいものがあったのですが、e コマースで買い占めてる人がいて買えませんでした。ミックスチャットチャックに入って無料でトイレを使いがてらばらまき土産のお土産を買います。先ほどから本当に休んでばっかりですが、マッサージを受けようと思います。座ろうと思ったらタオルにどなたかの血がついていて、タオルを交換していただいています。大根足ですいません。セラピストの方を見て入店しただけのことはあり、かなり力強いマッサージで大変気持ちよかったです。フットマッサージ1時間350バーツでした。ただいまの時間18時半です。外は大変にぎわっています。何か食べてから帰ろうと思います。ただ激混みのお店に入る勇気はなく、様子を見ます。空いてる店発見しました。入店します。それでは祝杯。なんか大瓶が来ました。大瓶なのにラッパ飲み。グラスありません。食べたかったガパオライスです。おいしそう。混ぜて混ぜて。結構辛そうかも。思った通り激辛ですごい美味しかったです。こちらのお店ガパオライスが80バーツで、シンハービールの台が150バーツですごい安かったです。さすがにビールは全部飲めませんでした。大通りに面しているお店は開いているようです。屋根があるところのエリアはほとんどが閉店していました。ちょっと暗くて怖い感じです。さすがに出っ放しで疲れましたので、そろそろ帰ろうと思います。もうちっと駅に着きました。帰りの電車のチケットは買っておいたので楽々です。また自ら手荷物検査を申し出ます。合格です。ホテルがある最寄り駅ワットマンコン駅に着きました。連続トゥクトゥク迫力があります。すごい人。なんかまだ食べ足りなくて、なんか食べたいんですけど、さすがの人の多さで酔ってきました。疲労がマックスで全然飲みたくないのに、ピンクレモネードなんか買っちゃって、
さっぱりして美味しかった。あんなに想像しかったのに、ホテルのあるエリアは本当に静かです。ただいま。ちゃんと鍵がかかったのを確認してから、そしてここで靴をサンダルに履き替えます。ホテル内はとっても静か。私以外に誰か泊まっているのかな。お部屋の鍵は南京錠です。なかなか硬くてもたもたしています。レトロな鍵を閉めてシャワーを浴びて休みます。4日目はおしまいです。5日目に続きます。皆さんこんにちは。バンコク5日目の朝です。ポチッとな。昨日の夜のシャワー、ひときわ冷たかった。アジアだもん、そういうことあるよね。今日はいい天気、暑くなりそう。今朝急に思い立ってらしくないことをしようと思います。ちゃんこんにちは。逃げた。今日は観光なんていうものをしようと思います。今日は日曜日なので混む前に着きたい。急ぎます。MRT のブルーラインバンパイ駅に到着しました。みんなが行く方向についていきます。売宅発見。最初は歩いて行こうと思ったのですが、楽ができるところは楽をしようと思います。全然歩ける距離じゃなかったので、本当乗ってよかったです。ここ OK。 よいしょ。Thank you。 ありがとうコップカ駅から10バーツで到着です。5分か。この小さな橋を登って入り口があります。ただいまの時間は9時です。もうすでに大変なにぎわいです。流行る気持ちを。階段の下で靴を脱いで上がります。珍しくテンションが爆上がりしています。流行る気持ちを抑えられずに階段を駆け上がります。やってきました。ワットパークナムです。仏塔最上階の天井に描かれた仏画は思っていた以上に素晴らしく圧巻の美しさでした。この緑色の天井に吸い込まれそうでした。巨大な大仏を見に行きましょう。下の階は仏像などが置いてある博物館になっています。見どころ満載です。もう一つの見どころ、仏塔の隣に巨大な仏像がいます。
思っていた以上に大きかったです。ふくふくしい耳たぶに釘付け。境内の中が混んできたので、そろそろ移動しようと思います。何これ、すごい美味しそう。急にお腹が空きました。境内にはちょっとした食事ができるお店もありました。また駅までバイクで戻りたいので、バイクタクシーを探します。フリーのバイクタクシーがなかなかいません。炎天下の中、焦って探します。なんと10分ぐらい待ってやっと捕まえました。帰りのバイクは40バーツとちょっと高かったけど乗り込みます。行きより距離を乗ったので、もしかしたら適正価格だったのかな。オープンかー、ありがとう。まずい、ちっちゃいお金がない。オープンさん、ありがとう。この人いい人、ちゃんとお釣りをくれました。初日にお釣りをちょろまかされたので警戒していました。それでは電車で次なる目的地へ。ピザタッチが使えて本当に便利でした。ウィークエンドマーケットがあるチャトチャック駅にやってきました。もうお腹がペコペコです。セブンイレブンのイートインコーナーで朝食を食べようと思います。購入したホットサンドをお店で焼いてもらっています。イートインスペースがかなり充実しています。味込みっけ。パイ生地のハムのホットサンドです。熱々でとっても美味しそう。それではいただきます。パイがサックサクで美味しい。一応体のこと気にして野菜ジュース1個を半分に切ってくれます。すごい親切。そして昨日に引き続きウィークエンドマーケットにやってきました。昨日回れなかったところを見ようと思います。とっても渋いコーヒー屋さんを発見しました。小さい間口で頑固そうなおじさんが作るアンティークコーヒーになるものをいただきたいと思います。最後にミルクをたっぷり入れてくれます。アンティークコーヒー25バーツです。それではいただきます。うわ、めちゃめちゃ美味しい。コーヒーの匂いも香ばしく、とっても甘くてめちゃめちゃ美味しいです。コーヒーがあまりにも美味しかったので、おかわりでタイアイスティーをもう一杯お願いしました。またまたミルクをたっぷり注いでくれます。頑固そうなおじさんのタイアイスティー、よく混ぜてからいただきます。このタイアイスティーも香りがいい。甘すぎずとっても美味しい。お客さんも次から次へとひっきりなしでした。それではお買い物に戻ります。侍。コーヒー紅茶2杯飲んでお腹がチャポチャポで、お腹は全然空いてませんが、素敵なお店を見つけたのでランチをしようと思います。タイカレーにしました。カレーの器がまたかわいい。それではいただきます。具がゴロゴロかなり多く入ってます。唐
カレーがサラサラなのでカレーの方にご飯を入れて食べます。すごい辛いので米が進みます。本場のタイカレーとっても美味しかった。私が出る頃は満席になってました。お買い物の再開です。とっても可愛い石鹸が売っています。いいな、飲みたいなビール。ウィーケンドマーケットのセクション2、3のエリアはタイのデザイナーの服飾店が多く、少し高めですがおしゃれなお店が多いんです。ミキマウタイはボディピアスがとっても安く買えます。放浪の弁当箱欲しい。インヘラーでリフレッシュします。人前で堂々と鼻に入れます。へっちゃらです。タイの食器がいっぱい売っている大好きなエリアにやってきました。放浪の種類もかなり多いです。私としてはちょっと変わった柄があったら欲しかったのですが、同じようなものばかりで今回は買わなかったです。そのお隣のキッチン用品屋さんもよく探すとお宝があるのでじっくり探します。お宝発見しました。弁当箱のおもちゃです。迷わず購入です。かわいいタイ雑貨エリア。こんな素敵なマーケット日本にもあればいいのにな。やっとお店を見つけました。このお店で欲しいものがありました。これ網のバッグ。カラフルポップな網のバッグがいっぱい売っています。お店の人もおしゃれでとっても親切です。ここいらで休憩をします。マンゴースムージーをいただきました。作り置きだったのがちょっと残念でした。日が暮れてきました。お手洗いを借りて移動します。S 字フックが便利です。夕方からマーケットに来る人の波を逆流します。人が多すぎてなかなか進めません。やっと駅まで着きました。BTS のモーチット駅から3つ目の駅ラチャヨーティン駅にあるグリーンヴィンテージ市場に行きます。ゾウさん、かわいい。ラチャヨーティン駅から歩いてすぐにグリーンヴィンテージ市場があります。最近できたファッション系のナイトマーケットらしいです。ただいまの時間は5時半、4時から空いてるとのことですが、全然お店がやっていません。とりあえずジュースを飲んで会議をします。キーウィスムージー65バーツです。美味しいけど途方に暮れます。ゾウさんビル見れたからいいか。ゾウさんビルから歩けそうなところにもう一軒ナイトマーケットがあるので行ってみることにします。全然歩ける距離じゃなかった。直線だから行けると思ったけど30分ぐらいかかりました。いらっしゃいませ。ボックススペースラチャヨーティンナイトマーケットに到着しました。ところどころに日本語があります。日本びいきのマーケットなのでしょうか。今日は
飲食店しか開いていませんでした。帰ります。また30分かけて駅方面に戻ります。収穫がなく泣きそうです。グリーンヴィンテージ市場に戻ってきました。飲食店が開店していました。ソーセージビュッフェなるものを見つけました。ソーセージを選んでカットしてもらいます。カットしてもらったら自由に野菜や薬味を盛り付けます。最後はソースで味付けです。マヨネーズは2回いきました。それではいただきます。ビールがあれば最高なんだけどなという味でした。美味しかったです。何これかわいい。マクドナルドを通りかかったんですけれども、なんとキティパイが売ってたので食べてみます。それではいただきます。スイートエッググロスピンキークリームパイと書いてあります。激甘のクリームパイという感じです。美味しかった。それではホテルに帰りましょう。電車を乗り継いでホテルがあるバットマン港までは1時間ぐらいかかりました。ホテルのあるヤワラーに到着です。相変わらず大変なにぎわいです。何か食べてから帰ろうと思います。カレーヌードルカオソーイを食べられるお店を偶然発見しました。メニュー表です。バンコク最後の夜だからね。ビールで乾杯しましょう。バンコクに乾杯。東南アジアの氷ビール好きです。アジアだなってしみじみします。カオソーイが来ました。大きい骨付きの鶏肉と揚げた麺と縮れた卵麺でしょうか。それではいただきます。絶対跳ねるからよだれかけは必要。結構甘めのカレーでした。薬味を入れて味変をします。全体的に甘く、やっぱりちょっと辛さが欲しい感じでした。ごちそうさまでした。なんかちょっと満足しなかったので甘いものを探しに行きます。カットパパイヤ30バーツです。歩きながら食べて帰ったのですが、あまりにも美味しいので追加を買いに戻ります。次はマンゴーをお願いしました。華麗な手さばきに惚れ惚れします。お店の方、とっても親切で笑顔の可愛い優しい方でした。マンゴーも同じ30バーツでとっても甘かったです。パパイヤにマンゴー、安く食べられていいなバンコク。ヤワラーの街はまだまだ大変なにぎわいですが、私は荷造りをしなくてはいけないのでそろそろ帰ります。名残惜しい。お家はないの？やっと帰ってきました。今日も朝から出っ放し。さすがの私もクタクタです。シャワーがあったかいのが出ると疲れが取れるんだけど多分出ないんだろうな。今日も一日一人旅とっても楽しかったです。5日目はおしまいです。6日目に続きます。皆さんこんにちは。バンコク
6日目の朝です。部屋の鍵高すぎて背伸びでやっと届く感じです。寝坊しました。急いで出かけます。今日もいい天気。私もすこぶる元気。ポチッとな。ただいまの時間は8時です。今日の深夜の便でバンコクを立ちます。ホテルのチェックアウトが12時なので、それまで近所を散策しようと思います。前回のバンコク旅行でお参りしたバッドドライミンドが見えてきました。ホテルから歩いて20分ぐらいのところにありますタラートノーイというところにやってきました。ノスタルジックな雰囲気あふれる下町のようです。レトロなムードが漂います。タラートノーイとは日本語で小さな市場を意味するそうです。チャオプラヤー川のほとりにある古い中華系の人々のコミュニティ。かつては華僑の貿易の拠点として栄えていたところです。今はおしゃれに敏感な若い人に人気のスポットとなっています。車の部品なのでしょうか、小さな町工場がたくさんあります。あちらこちらにウォールアートが描かれております。川沿いに着きました。とても気持ちがいいです。絵になるおしゃれなスポットがたくさんありました。西洋人の自転車の暴走族に会いました。なんとセブンイレブンでキティちゃんのペットボトルを発見。なんと大きいサイズもありました。かわいい。タラートノーイに来たら絶対食べてみたいお店がありましたので、入りにくかったですが思い切って潜入します。カオナーガイクロムチャウターです。 Google マップ 4.4 のお店です。中の席より外が気持ちよさそうなので外にしました。カオソーイ60バーツです。すごい美味しそう。カオソーイはチェンマイをはじめとするタイ北部で広く食べられているココナッツミルクを加え、カレースープに卵麺を入れたカレーヌードルです。骨付きの大きいお肉も入っています。それではいただきます。絶対に跳ねるからよだれかけは必要。スープおいしい。ココナッツミルクのクリーミーさと汗が出るほどの辛さのミックス、うまい。薬味を投入します。酢漬けのキャベツとエシャロット、ライムです。目が覚めるほどのうまさです。最後にライムを絞って食べたらうまさ爆発でした。めちゃくちゃスパイシーなのでキティちゃんの水買っといてよかった。こちらのお店のカオソーイ全力でおすすめします。本当に美味しかった。いろんなお店のカオソーイを食べ比べしてみたいです。すごい素敵なレトロなカフェでお茶をしたかったのですが、情報が古かったのかもうお店はありませんでした。残念。お散歩を再開します。この辺に有名なフィアットがあったはず。見つけました。とっても素敵です。だけど窓の人の絵みたいなのいらないと思うんだな。散歩をしていると壁アートに出会います。タラートノイも大好物の猫ちゃんがいっぱいいます。なんか壁から手が出てる。
触ってみたりして。猫ちゃんの朝ごはんタイムです。猫ちゃんの世界にもカーストがあるのでしょうか。一番小さい猫ちゃんが遠巻きに見ています。すごい強そうな車。それではそろそろやわらに戻ろうと思います。タイティーの有名店がチャイナタウンにあるので寄って帰ります。いろいろ美味しそうなメニューがいっぱいですが、オーソドックスなタイアイスティーにします。タイアイスティー50バーツ、甘さは 30% にしました。すごく美味しい。茶葉の香りも強く、少しスパイシーでちょっとほろ苦く、これはとっても好きです。ホテルの近くまで帰ってきました。通い慣れた市場を通ってホテルに帰ろうと思います。帰りの日は少しセンチメンタルになります。ホテルの前の通りを少し行ったところに気になっていたカオニャオマムアンのお店があるのでテイクアウトしようと思います。カオニャオマムアン140バーツゲットです。お店の外にはテーブルもあり、その場でも食べれるようでした。ホテルに帰ってきました。ホテルの方が外で掃除をしていました。私がいつも出っ放しのため会うのは久しぶりです。そういえばカフェがあるホテルなのに一回もカフェで飲まなかった。早速カオニャオマムアンを食べようと思います。カオニャオマムアンは蒸したもち米にココナッツミルクをあえてマンゴーを添えていただきます。まずはマンゴーから。いや、このマンゴーすごい。甘みが半端ない。米の上にかけたふりかけは米を揚げたもののようです。大変美味しかったです。こちらの店も全力でおすすめします。そんなに買い物はしてないので軽いとは思いますが、一応計量します。約重さは17キロぐらいでした。30キロまで OK だったので、なんだ、もっと買い物すればよかった。フライトが夜中の12時ぐらいなのでチェックアウトをしてから荷物を預かってもらって最後の買い物をしに行きます。今日いたホテルのスタッフの方は日本語ができる方でした。初日に払った500バーツのデポジットが返ってきました。そしていつも通りかかって欲しかった10億円札。Baht. Okay, for 10 baht. It's 7 baht. ということで10億円手に入れました。そして今から電車でプラトゥーナームファッションモールに行こうと思います。ラチャ TV 駅に着きました。こちらからプラトゥーナームファッションモールは30分ぐらい歩きます。やっと着きました。暑い中30分歩くのは大変です。今回スマホを買い替えたので新しいケースを調達したいと思います。お店の方はとても親切で、ない色を他の店舗から取り寄せしてくれました。こちらのファッションモールは専門店が1300店以上あるとされています。タイの最先端の商品が激安で所狭しと置いてあります。いろいろ探し回って疲れましたので休憩をします。タイアイスティーでほっと一息。バイクタクシーでサイアムまで送ってもらいます。記念撮影なんかしちゃって。バイクタクシーはすごい風が気持ちいいし、渋滞は関係ないし、安いし、
今回とっても気に入りました。あっという間にサイアム駅に到着です。大変親切な方でした。ここまでで50バーツです。ホテルにスーツケースをピックアップしに行きます。今回ホテルを中華街やわらにして本当に便利でよかったです。場所も駅から近いので本当に便利でした。カフェスペースをお借りしてパッキングをさせていただきます。ありがとう。バイバイ。また。ホテルの方、とっても優しかったです。本当は秘密にしておきたい素敵なホテルでした。空港に4時間前に着くように出発しました。空港に着いてマッサージを1時間受けようと思います。予定としては飛行機会社にチェックインをしてからラウンジで食事をしてシャワーを浴びて着替えて飛行機に乗り込みたいと思っています。これから電車でエアポートレールリンクがあるパヤタイ駅まで行きます。ただいまの時間は午後6時です。タイの国歌が流れているので立ち止まって静かに敬意を払いましょう。一瞬シーンとなり、まるで時が止まったようでした。とても素敵な習慣だと思います。無事にパヤタイ駅に着きました。ここに来るまでエスカレーターかエレベーターがあり、スーツケースがあっても楽々でした。どうしましょう。空港行きのホームがどえらいことになっています。日本の満員電車並みです。乗れるのでしょうか。いやいや、ホームだけで中は全然乗れる。こちらのスーツケースの女性が私が座れるように開けてくださいました。そしてこちらの女性と空港に着くまで仲良く話しながら行きました。スワンナプーム国際空港に到着です。See you. とここで電車のトークン、切符がない。どうしようない騒がせしました。ありました。ちょっと待って。バイとこバイ。こでタイの女性とはさよならです。バイバイ。あれ戻ってきた。や。LINE の交換をすることになりました。New plane. You are my new plane. Yeah, I'm glad to meet you. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye bye. 旅っていいな。いい出会いがたくさんあります。サワディーカ。マッサージ屋さん発見しました。Hello, massage. フライトまで4時間ぐらいありますので、1時間みっちりオイルマッサージ800バーツを受けることにしました。意外と上手で眠ってしまいました。でもなんでこれから飛行機に乗るのにオイルマッサージにしてしまったんだろう。ベトベトする。これはラウンジで絶対シャワーを浴びたい。時間がある時に最後にマッサージいいと思います。大変な混雑ぶりです。この時点では地獄が待ち受けてるとは思っていませんでした。帰りの便もジップエアーを使うのですが、3時間前の時点でこの長蛇の列。恐ろしいほど列が進みません。フルフラットシートを買っていてもビジネスではないので優先カウンターなんてもんはありません。いざこざが勃発。
物を預けるまで1時間半かかりました。早く入らないとご飯とシャワーの時間がない。これマジ地獄でしょう。出国ゲートも全然進みません。やっと入れました。やっとイミグレーションを抜けました。ただいまの時間は22時です。出発ゲートには22時45分に着いてくださいとのこと。とりあえずプライオリティパスで入れるオマーン航空のラウンジに急ぎます。ただいまの時間は22時10分、オマーン航空のラウンジに潜入。シャワーを浴びたかったけれども待ちができていて2番目でした。もうこの時点でシャワーは半分諦めます。今入れないともう時間的に無理だもんな。もうベトベトだけどしゃあない。ということで腹をくくってお酒としっかりご飯をやっちゃおうと思います。それではシャンパンをいただきます。美味しい。とか言ってゆっくりご飯を食べてる時間もないんですけどね。タイカレーとラザニアとマッサマンカレーをいただきます。とここでシャワーのお声がかかります。マジか、あと10分しかない。せっかくなので使わせていただきます。自分でもびっくりです。5分でシャワーが浴びれるとは。忙しい。しかも出発ゲートひときわ遠かった。とここでまた45分待ちました。もうやだ。やっと飛行機に乗り込みます。チップエアなかなかヘビーでした。帰りの座席は A の1番。フルフラットシートというだけで何にも置いてないです。充電用のコンセントはちゃんとあります。荷物は足元に突っ込みます。ブランケット台をケチってダウンコートの布団です。さあぽーちゃん、日本に帰ろう。さよならバンコク、ありがとう。おはようございます。意外と寝れました。成田国際空港に到着しました。バンコク旅行とっても楽しかった。おはようございます。 A の1番シートに乗ると1番に着替えに出ることができます。早朝なので本当に誰もいません。あっという間にイミグレを抜けます。私が早く着きすぎてバゲージクレーム動いてない。来た来た私の子。日本に帰ってきました。これから電車でお家に帰ります。バンコク旅行記はおしまいです。ありがとうございました。タイのお土産編です。まずは台所雑貨からご紹介します。お菓子用の小さいフードカバー。アジアの台所用品の天秤皿、スチール製やガラスや竹素材のコースターたち、タイの食堂のカラフル皿、小さいタイのお弁当箱のおもちゃたち、そしてホーローのお盆です。お気に入りの雑貨編です。チャトチャック市場で買った透明のバニティバッグです。こちらも同じく
チャットチャックで買ったカラフルな網の小さいバッグです。下の網バッグはドリンク用のバッグになってます。バニティバッグのお店で買ったフラットポーチです。スマートフォン関連。こちらの左上のキラキラは1つ約1500円ぐらいでした。右側は忘れちゃったのですが、だいたい1000円ぐらいでした。そして下に行きまして、スマホリング的なクマちゃんは1つ約700円ぐらいでした。レンズカバーがだいたい600円ぐらいでした。日用品です。プロポリスの喉スプレーとポンズの BB パウダー、シーちゃんのトランスルーセントパウダーにコルゲートの歯磨き粉、クラプロックスの歯ブラシ、デンティストの歯磨き粉とヒマラヤのアイクリーム、そしてこちらがアロマテラピールームスプレーとハーバルソープ、タイレノールの鎮痛剤とたくさんのイヤードム。こちらは会社の人に頼まれました。今はたくさん種類があります。そしてど真ん中の四角い箱が美白の歯磨き粉です。食べ物。お寺のお供え物のお菓子、豆菓子類いっぱいと海苔のシート、イカのおつまみ、ドイガムの蜂蜜、ばらまき用のグミやハイチュ、オレオやのど飴です。また次の動画で会いましょう。